今回の動画ではニューラルアンプモデラーにおけるブラックスターの新しい動きについて話していきます。こんにちは、イサムです。ギター機材を雰囲気じゃなく理解して使うチャンネルです。ニューラルアンプモデラー、アンプのキャプチャーですね。キャプチャー技術のオープンにやってるやつ、どこかのメーカーに縛られず、みんなでいろんなアンプをキャプチャーしてそれを共有しようっていうそういう技術があります。要はケンパーとかクワッドコーテックスとかトーン X みたいに一つのメーカーに縛られるんじゃなくて、もうみんなでいろんなギターの音を共有しましょうよみたいな、そういうのがニューラルアンプモデラーになっていて、それを共有するコミュニティがトーン3000っていうサイトだったりするんですけど、今回ですね、ニュースになっていたのがこのトーン3000の、下のところにあるレイテストブログのポストなんですけど、これちょっと日本語訳しますね。ブラックスター社トーン3000で無料の検証済みニューラルアンプモデラーキャプチャー機能を提供開始ということで、つまりですね、ブラックスターが自分のとこのスタジオで撮った検証済み、ちゃんとこれがブラックスターの音ですよっていうニューラルアンプモデラーのキャプチャーを提供しちゃうと。でトーン3000っていうこのサイトはキャプチャーしたファイルを無料で共有しちゃうサイトなんですけど、ここにアンプメーカーが自分のところの検証済みの音、これぞブラックスターだっていう音を公開した、提供したっていうことなんですよ。これ結構インパクトあると思ってて、自分のとこの代名詞のような音をここに載せちゃうんだなっていうことですね。本日ブラックスターアンプリファイアはトーン3000でブラックスターベリファイドプロファイルを公開しました。このプロファイルにはブラックスターの最も象徴的なアナログ機器の公式ニューラルアンプモデラーがキャプチャーデータが含まれていますと。ブラックスターの公式、これあるかな、公式みたいな感じなのかなのところにこういうふうにブラックスターが自前で撮ったアンプモデルが載ってますよということですね。これらのキャプチャーデータはアーティザンとかいろんなモデルあります。ギターペダルまで網羅しています。本日公開された全てのキャプチャーデータはトーン3000コミュニティの皆様に無料でご利用いただけますと。これすごいな。でこれらの検証済みキャプチャーを作成するためにブラックスターはイギリスのノーサンプトンの本社からニューヨークのディメンション70にあるトーン3000スタジオに大量のアンプとキャビネットを輸送しました。ブラックスターの製品責任者であるアレックス G はトーン3000の共同創設者たちと協力するために現地に赴き、各ナムキャプチャーを丹念に作成しました。その過程でアレックスはオリジナルの機材とブラインドテストを行い、各キャプチャーの感触とダイナミックレスポンスが本物と完全に一致することを確認しました。もうこれすごくないですか。もう自分とこのギターの音を再現できたぜって思ってるナムをブラックスターは公開してしまったんですよ。それだけこの自分たちの音をちゃんと余すことなく捉えられたんだぜ、こんな素敵な音なんだぜってのを誇らしげに出せるような、そういうキャプチャーが撮れて、しかもかつそれを公開しちゃってるってことなんですね。はい、ということで、2007年にブラックスターと同時に発売されたこのブラックスターシリーズ100、このアンプは30回以上の回路改良を経て完成しましたということで、ブラックスターのフラッグシップというか、このシリーズ100マーク2なんかの音も公開されてたりします。しかもですね、アンプヘッドだけのナムと、あとフルリグのナムもあるみたいなんですね。これまた気が利いてるじゃないですか。フルリグだったらもう本当になんていうの、メーカーがこういう音なんだぜっていうのを胸張って言えるような状態で、しかもブラックスターの製品責任者アレックスが実際にブラインドテストを行って、本物と完全に一致してるねって思えるようなナムデータを上げていると。フルリグだったらもう本当に、キャビまで含めて部屋の周りも含むのかもしれないけど、ブラックスターがこれぞブラックスターのトーンだっていうのを出してるようなので、ちょっとこれ試してみたいと思います。はい、ということで今ですね、これ画面の左側のところはタブレットでブラックスターの画面が出てます。で、右側にはトーン3000の画面っていうか、普通にこれブラウザが出てますね。でそしてパソコンとギターはブラックスターのビームミニを使ってつないでますので、これ左側これビームミニの画面になります。
でビームミニの音をちょっと出してみますね。こんな感じなんですけど、ここでアンプを選べるじゃないですか。ここのトーン3000に行ってみましょう。でトーン3000に行くとフルリグコンボナムいろいろ上がってくる。早速ここにブラックスターあるな。しかもシリーズ1ですね。じゃあこれ行ってみましょう。でいろいろ書いてあるんだけど、これダウンロードオールしときます。そうすると、ブラックスタービームミニはナムをね、本体に取り込めるんですね。でここを選ぶとこうバリエーションが選べると。多分これねチャンネルかな OD2 でゲイン7ボリューム7で撮った音で、その時のマイクがこんな感じっていうことだと思います。じゃあこれちょっと弾いてみましょうか。こんな音だそうです。ちょっとね他もやってみよう。これなんかねちょっと面白いんじゃないかな。 OD1 ゲイン8ボリューム7ミッドカットプレスブースト、結構ギャンギャンなんのかな。そしたらやってみましょう。な感じだそうですよ。面白くないですかこれ。であと他にも多分クリーン系とかもあるんでしょ。なんていうやつなのかはわからないけど、そっかブラックスターのところに行っちゃえばいいのか、きっとこうやって。そうね、そう詳しくないんでねわかんないわかんないんですけど、とりあえずこの辺選んどこうか。ピッとどんな音なんでしょう。試してみましょう。ダウンロードオール。クリーンのチャンネルとかあるからこれでやってみましょう。こんな感じだったりすんのかな。いろいろボイスが違う、これチャンネルみたいな感じですかね。クリーン1、ハイボイス2とかいろいろ選べるみたいですね。じゃあちょっともう少し弾いてみましょうかね。どんな音なんだろう。せっかくだからちょっとエフェクトなんかもかけちゃうか。コーラスかけて、今プレート入ってたのか。まあいいや。みたいな感じです。はい、ということで、トーン3000に取りに行くことができる。しかもその取りに行った先のアンプがなんとねブラックスターの公式のキャプチャーがもう出てるんだそうですよ。つまりブラックスターは自分たちの音をもう本当に共有してるというか、でこの意味ですよね。やっぱりなんでこんなことをしたのかっていうと、
ニューラルアンプモデラー NAM って一般的に言われてるのはトーン X だとかあとクワッドコーテックスよりもよりその原音に忠実というか最も原音に近いっていう風に言われてるんですよね。で、圧倒的な計算量だとかトレーニング時間をかけてるみたいなところらしいんですけど、結局は好きな音が出れば何でもいいかなっていう気はするんですけど、いずれにせよその音のいいプラットフォームニューラルアンプモデラーの世界の中にブラックスターがちゃんと自分のところのこれぞブラックスターっていう音を出してきたっていうのは面白いなと思ってます。で今回こうやってブラックスターが自分たちのところで出してきたっていうのは AI モデリングニューラルアンプモデラーっていう時代の波をブラックスターはアンプメーカーとしてそういった流れに拒絶するんじゃなくて乗っていく、自ら乗っていってその主導権を取っていこうとしてるんじゃないかな。実際にこのビームミニなんかも NAM に対応して初めてのアンプとして世の中に出してますし、そういう時代の流れですね。 AI モデリングがもうアンプの世界の中で無視できないぐらいの、ものになってきた、クオリティになってきたっていう時にもう先鞭をつけておくっていうことをブラックスターはやってるのかなっていうところですね。はい、今回うちの環境ではブラックスターのビームミニを使って実際にアンプの中に、NAM 入れて試してますけど、ニューラルアンプモデラーはもう PC のプラグインになってたりするんで、このアンプ持ってなくてもパソコンにニューラルアンプモデラー入れちゃえばパソコンで音出すことできるんですよね。あれどっから行くんだっけな。自分の音色を見つける、ダウンロードする、ロードして再生する、この辺かな。この辺のこういうプラグインがあるんですよね。これを普通にVST プラグインとして使ってここにNAM ファイルをロードしてあげるってやると、その時にまさにこのブラックスターの公式のブラックスターが作っている音を使えば、これぞブラックスターっていう音が出せるようになるということになってきます。これは本当にブラックスターやってやったなって感じだと思ってます。はい、ということで今回はニューラルアンプモデラーにブラックスターが公式で音を無償提供してるってすごいことが始まったなと思ったので、動画にしてみました。まだちょっとしか弾いてないですけど、やっぱりね弾いてて気持ちのいい音をするなって思ったので、もうちょっといろいろ弾いてみたり楽しんでみたいと思います。はい、ということで今日の動画としては以上となります。それではまた次の動画またはライブハウスでお会いしましょう。それじゃあね、バイバイ。